ロボットプログラムを使用し、変数を追加及び編集する方法を説明します。カタログに移動し、タイプ別モデルのロボッツを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックします。ジェネリックアーティキュラテッドロボットを 3D ワールドに追加します。プログラムタブに移動します。ジョグを使用し、3D ワールドでロボットを選択します。ロボットプログラムで使用できる変数にルーチン変数があります。プログラムエディターに移動することで、メインルーチンやサブルーチンなどのルーチンを選択することができます。ルーチンプロパティに移動します。新しい変数を追加し、変数をブール型、整数、実数、文字列に設定することができます。整数変数を追加することで、新しい名前に変更することができるため、名前をカウンターに変更します。変数の値を設定するため、変数を5に変更し、シミュレーションをリセットします。変数が初期値にリセットされることが確認できます。プログラムの開始時に変数の値を設定するため、プログラムエディターに移動し、変数割り当てステートメントを追加します。ルーチン変数を参照するステートメントと同じルーチン内にある限り、変数に値を割り当てることができます。ステートメントプロパティのターゲットプロパティにカウンター、数式値に0と入力します。ルーチン変数をホワイルステートメント、または if ステートメントの条件式に使用することもできます。ホワイルステートメントを追加します。コンディションにカウンター小なり5と入力し、カウンターの値が5未満である限り、プログラムを繰り返し実行します。遅延ステートメントを追加し、2秒遅延させます。カウンターの現在の値に1加算するため、変数割り当てステートメントを追加し、ターゲットプロパティにはカウンター、数式値には変数のカウンターに現在値の1を加算します。シミュレーション再生中、変数の値が割り当てられることを確認する場合、プログラムエディターでメインルーチンを選択します。ルーチンプロパティに移動し、変数の値が0であることを確認します。シミュレーションを再生すると、1、2、3、4と値が増加していき、5に達するとロボットプログラムが終了し、シミュレーションが停止します。シミュレーションをリセットすると、変数の値が0に戻ります。変数を別のルーチンで使用できないことを確認するため、メインルーチンとは別のサブルーチンを追加する必要があります。プログラムエディターに移動します。新しいシーケンスを追加し、変数割り当てステートメントを追加します。変数カウンターの値に0を割り当てます。ホワイルステートメントの下にシーケンス1を呼び出すステートメントを追加し、シミュレーションを再生すると、メインルーチンでは同じルーチン内の変数を使用しているため、カウンターの値を割り当てることができます。ロボットプログラムがシーケンス1に到達すると、シミュレーションが停止し、出力ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。シーケンス1のプロパティには変数カウンターが存在しないため、値を割り当てることはできません。現在使用しているルーチン変数はローカル変数です。シミュレーションをリセットします。ロボットプログラムでグローバル変数を使用する場合、コンポーネントプロパティを使用する方法があります。3D ワールドでロボットを選択すると、コンポーネントプロパティにプロパティが表示されます。名前を使用し、参照することで、ホワイルステートメント、または if ステートメントを使用してプロパティに値を割り当てることができます。プログラムエディターのメインルーチンを選択します。ホワイルステートメントとシーケンス1を呼び出すステートメントを削除し、変数割り当てステートメントを編集します。コンポーネントプロパティの J1 に値を割り当てるため、ターゲットプロパティを J1、数式値を90に変更することで、J1 を参照し、値を割り当てることができます。ロボットのコンポーネントプロパティに戻り、J1 プロパティを表示します。J1 の現在の値は0です。シミュレーションを再生すると、3D ワールドでロボットのジョイントが列方向を向いたことを確認することができます。
コンポーネントプロパティの J1 に90が割り当てられました。シミュレーションをリセットすると、ロボットのジョイントが初期値にリセットされ、J1 が0に戻ることを確認します。シミュレーションを再生し、コンポーネントの現在の状態を保存する場合、最初にシミュレーションの設定ボタンをクリックし、モデリングタブに移動できる場合は、モデリングタブの中にあるプロパティを展開すると、新しいプロパティを追加することができるため、ルール型プロパティを追加します。画面右側のプロパティから名前をイグザンプルに変更します。名前にロボットバリアブルス:を追加し、エンターキーを押してエラーメッセージが表示されないことを確認します。ロボットバリアブルスがグループ名、イグザンプルがプロパティ名です。グループ名の変更は任意であるため、ロボットバリアブルスである必要はありません。現在のイグザンプルの値はフォルスです。コンポーネントグラフに移動し、プロパティを展開すると、ロボットに設定済みのプロパティが表示されます。ホームタブに戻り、ロボットを選択し、コンポーネントプロパティにロボットバリアブルスが追加されたことを確認します。プログラムタブに移動し、プログラムエディターからメインルーチンを選択します。ベクトルを割り当てるステートメントとシーケンス1を呼び出すステートメントを削除し、追加したプロパティイグザンプルの値を割り当てます。変数割り当てステートメントを選択し、ステートメントプロパティのターゲットプロパティにロボットバリアブルスイグザンプルと入力します。数式値を true に設定します。ロボットを選択し、コンポーネントプロパティのイグザンプルがフォルスであることを確認し、シミュレーションを再生すると、イグザンプルに true が割り当てられます。シミュレーションをリセットし、値がリセットされないことを確認します。モデリングタブに移動できない場合、Python または .NET API を使用し、変数を追加します。スクリプトを使用し、ロボットにより実行される VC プログラムに変数を追加する方法を説明します。モデリングタブに移動し、動作設定グループにある Behavior を展開し、Python スクリプトを追加します。表示される Python スクリプトに記述します。コントロールキーとプラス記号を押すとテキストを拡大でき、コントロールキーとマイナス記号を押すとテキストを縮小することができます。1行目以外は必要ないため削除します。スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、コンプ=ゲットコンポーネント括弧と記述します。ゲットコンポーネントは VC スクリプトに含まれているため、VC スクリプトからすべてをインポートしています。コンポーネントを取得し、変数に割り当てます。ロボットエグゼキューターの情報を取得するため、ロボットエグゼキューターcomp.findBehavior エグゼキューターと記述します。findBehavior は、コンポーネントパネルから Behavior を参照するための記述です。ロボットプログラムロボットエグゼキュータープログラムと記述します。VC プログラムには新規変数を作成するためのメソッドがあります。プロップロボットプログラムクリエイトプロパティ VC アンダーラインインテジャカウンターと記述し、整数型の変数カウンターを作成します。変数の名前を渡すため、このカウンターを呼び出します。変数に名前を付け、ロボットプログラムで参照することができます。スクリプトまたは API を使用し、新規プロパティを作成する場合、変数を作成するとき、または初期化するとき、変数の制約を渡す必要があります。GUI の使用や変数の追加によって、変数を選択することもできます。プロパティウィンドウから制約を編集することができるため、ルール型変数の制約はほぼありません。文字列変数の場合、制約があるため、GUI を使用し、編集できます。スクリプトで変数を作成する場合、制約を定義する必要があります。Python スクリプトをコンパイルし、出力ウィンドウにエラーメッセージが表示されないことを確認します。プログラムタブに移動します。メインルーチンを選択し、
変数カウンターがすでに存在しているため削除します。メインルーチンの変数割り当てステートメントを削除、または編集します。カウンターに値を割り当てるため、変数割り当てステートメントを編集します。ターゲットプロパティにカウンター、数式値に0と入力します。ホワイルステートメントを追加します。カウンターが5未満である限り、ステートメントを繰り返し実行するため、コンディションにカウンター小なり5と入力します。支援ステートメントを追加後、2秒に設定し、ドラッグ&ドロップでホワイルステートメント内に移動させます。変数割り当てステートメントを追加し、ターゲットプロパティにカウンター、数式値にカウンタープラス1と入力します。シミュレーションを再生します。ルーチン変数ではないため変化しません。変数割り当てステートメント実行後、if ステートメントを実行するため追加します。コンディションにカウンターパーセントに==0と入力し、カウンターの値が偶数の場合、ロボットを移動させます。核軸保管ステートメントを全の範囲に追加します。カウンターが奇数の場合は、ロボットは動作しません。シミュレーションをリセットし、再生します。ロボットが動作し、シミュレーションが停止しました。カウンターが奇数の場合、ロボットが別の場所に動作する設定をします。ロボットを移動させ、核軸保管ステートメントを else の範囲に追加します。カウンターが偶数の場合 P1 へ、奇数の場合 P2 へ移動します。シミュレーションをリセットし、再生します。ロボットは移動し、P1、P2 と交互に移動しました。ロボットプログラムを使用し、変数を追加及び編集する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。